今回の動画では次回のイベントではないかとされている。サイドストーリー復刻ライト版青くもゆる心で実装されるオペレーター。面倒事が起きなきゃいいんだけど。アンドレアナの紹介及び解説を行っていきます。前はモニカ、いや、今はインキャンデセンスって呼ぶべきか。とにかくそいつのボディーガードをやってた。今回はようやくあいつにもまともな就職先が見つかったみたいだし、やっと私も違うことができるってわけだ。とにかくこれからよろしくね。アンドレアナはイベリア出身のエーギル人で、同じタイミングでロドスのオペレーターとなったモニカことインキャンデセンスの用心棒です。インキャンデセンスとは雇用形態としては用心棒と主人という形ではありますが、インキャンデセンスの生活の不規則さから身の回りの世話もアンドレアナが行っているようです。そのためか用心棒でありながら家事全般を得意としており、本人は積極的に他者と関係を持とうとはしないものの聞き上手であり、他人の面倒を見ることもうまいとのこと。インキャンデセンスはとにかく活発でセンスも独特な人物なため、他人の世話が得意なアンドレアナですら苦労はしているようですが、良好な関係を築けてはいるようです。アンドレアナ自身はインキャンデセンスがいなければ失業する身だからと仕方なく付き合っているというような風には言っていますが、セリフにはことあるごとにインキャンデセンスのことを気にしている雰囲気が見られるため、アンドレアナもインキャンデセンスに振り回されるのはまんざらでもないのかもしれません。なお、インキャンデセンスに関しては動画作成時点では大陸版でも実装されておらず、アンドレアナ以外のオペレーターは言及もしていないので、どのような人物なのかは分かっていません。そして、アンドレアナの特徴としては、インキャンデセンスの用心棒ということ以外に、エーギル人でありながらスナイパーライフルを所持しているという、ラテラーノ人以外は銃器を用いることはほぼないという原則を無視しており、アンドレアナがロドスに加入した際も、イベリア人も実は銃器が使えたラテラーノ人から銃を奪ったのか、本当はイベリア人の見た目をしたラテラーノ人なのではといった様々な憶測が流れたとのこと。ただ、実際のところ彼女が持つスナイパーライフルはあくまでも、スナイパーライフルの形をしたクロスボウであり、実際にラテラーノ人が用いる銃器とは似て非なるもののようです。なぜアンドレアナがこのような紛らわしいことをしているのかというと、特に戦術的な意味があるということなどではなく、ただ単にアンドレアナが銃器が好きなだけという銃器マニアだからであり、深い意味もありません。その結果、イベリアの裁判所からは何度もイチャモンをつけられており、家族との中にも亀裂が入ってしまったようですが、アンドレアナ自身はあまり気にはしていないようです。ただ、家族との仲はともかくとして、イベリアの裁判所はイベリアの中では強大な権力を持っており、単なる銃器の模造品程度で何度もアンドレアナの元を訪れるということ自体が奇妙であり、ロドスは何か裏があるのではないかと考えていますが、イベリアの内部情勢がはっきりとしないため、現状ではロドスの憶測は推測の域を出ていません。アンドレアナ自身はあまり気にはしていないようですが、そしてアンドレアナは同じエーギル人でありながら、全くの別種とも言っても良いような存在である。スカジやスペクターといったアビサルハンターたちが非常に気になっており、本人曰く一目惚れとも言えるほどには気になっているとのこと。なぜ一目惚れしているのかはアンドレアナ自身もよくわかっていないため、詳細は不明ですが、比較的優秀な身体能力を持つイベリアのエーギルであるアンドレアナであっても、アビサルハンターであるスカジとは大きな差があるようで、この辺りからもアビサルハンターのエーギルは異質な存在ということが垣間見えます。アンドレアナのモチーフとなっている生物は、背中あたりから生えている触手の形状や、服などに記載されているカトルの文字、そしてアンドレアナというコードネームから、エゾハリイカがモチーフになっているものと思われます。
エゾハリーカは学名がセピア・アンドレアナとなっており、コードネームからの類似性も見られます。また、アンドレアナの持つスナイパーライフルからは、墨のようなエフェクトも表示されるので、エゾハリーカがモチーフとなっているというのは、ほぼ間違いがないものと思われます。正直自分でも、ここまでやってこれると思わなかった。今までは何も考えてなかったけど、強くなったって実感できるのは悪くないね。ありがとう、ドクター。アンドレアナはファイアーウォッチやアンブリエルと同じ広範囲型狙撃オペレーターで、非常に大きな攻撃範囲と防御力が低い敵を優先して狙撃することが特徴となっています。HP や攻撃力のステータスは、ファイアーウォッチと比べると HP が高く攻撃力が低くなっていますが、極端に異なっているということはなく、この種の狙撃オペレーターとしては、おおむね平均的な性能です。ファイアーウォッチ自体がもともと HP が低く、その代わりに攻撃力が高い部類に入るオペレーターなので、平均的な数値という点で見るのであれば、むしろアンドレアナのステータスがスタンダードな性能と言えます。素質、深海の直感はアビサル陣営に所属するオペレーターの攻撃速度を上昇させる効果で、現時点ではスペクターとスカジ、そしてロドス所属のアンドレアナ自身もなぜか効果の対象です。そのため、アンドレアナの攻撃速度は昇進2時点では 2.7 秒から 2.43 秒に短縮されており、他の広範囲狙撃オペレーターよりもわずかに攻撃速度が速くなっています。現時点では昇進2の段階ではスペクターの肉山骨弾が、昇進2潜在後の段階であればスカジの外傷のエレジーが最も攻撃速度上昇の恩恵を受けることとなります。一方でスペクターの肉山骨弾はアンドレアナを昇進2潜在後にしても昇進2潜在1の時とほとんど変化はありません。これはスペクターの元々の攻撃速度が 1.2 秒と比較的速い部類となっているためで、攻撃速度が 1.6 秒のスカジよりも短縮される数値が低くなってしまうからです。そのため、現時点では最強のスカジを生み出したいという方以外は潜在を無理に上げる必要はないと言えます。アンドレアナの潜在強化による効果は、コストマイナス1、再配置時間マイナス4秒、攻撃力プラス35、素質効果強化、コストマイナス1。となっており、戦術したように優先して潜在強化をしたいオペレーターというわけではありません。ですので、潜在強化に関しては性能面で見るのであれば、現時点では後回しにしてしまっても構わないでしょう。スキル1、攻撃力強化ガンマは、スキル発動中、自身の攻撃力を上昇させるスキルで、他のオペレーターも所持している場合がある汎用スキルとなっています。特にこれといった特徴がないことがある意味で特徴のスキルとなっており、アンドレアナの性能を大きく変化させるということはありません。そのため、アンドレアナを単純な高火力狙撃として使用したいのであれば、スキル2のような癖もないため、おすすめのスキルとなっています。何気にこのような単純に攻撃力だけが上がるというスキルを持つ広範囲狙撃はいないので、ある意味では希少と言えるかもしれません。スキル1の性能と他の広範囲狙撃オペレーターのスキルを比較した表は上記の通り。なお、ファイアーウォッチの数値に関しては素質による上昇値も追加したものとなっています。表からもわかるように火力としてはアンブリエルには勝っているものの、遠距離攻撃ユニットを攻撃した際のファイアーウォッチよりかは火力は低くなっています。近距離攻撃ユニットを攻撃した際のファイアーウォッチのスキル火力は1645まで落ちるため、近距離攻撃ユニット攻撃時はアンドレアナの火力が勝りますが、ファイアーウォッチのスキルは攻撃力上昇に加えステルス効果もあるほか、発動に必要な SP も低く、発動時間も長くなっており、初回発動までの速さのみが火力以外では唯一勝る点となっています。そのため、ファイアーウォッチを所持しているのであれば、わざわざこのスキルを使用する理由が乏しく、スキル2を使用せずにアビサル勢を強化したいというようなかなり特殊な場面でのみの運用に限られます。
そのため、スキル1を特化することはあまりお勧めはできません。特化するとしても、メボシンオペレーターの強化があらかた終わったタイミングでいいでしょう。スキル2、阻止射撃戦術は、自身の攻撃力を大きく上昇させ、攻撃した相手の移動速度を一定時間下げる代わりに、アンドレアナの攻撃対象が HP 残量 50% 以上の敵のみに制限されるスキル。HP 残量が 80% 以上の敵を攻撃しなくなるプロバンスのスキル、鮮血の匂いとは正反対のスキルと言えます。そのため、プロバンスのデメリットの一つにもなっている。ドローンを攻撃しないというような場面が、アンドレアナはほとんど発生せず、むしろ素質による防御力が低い敵を優先して狙うことも影響し、ある程度率先してドローンを狙ってくれるようになります。逆に敵がほぼ無傷で接近していない限りは、近距離の敵をほとんど攻撃しないようになるため、重装や前衛の負担が増えてしまうという場合もあります。いずれにせよ、一長一短であることに変わりはなく、スキル1と比べると火力は高くなるものの、癖のあるスキルにはなっています。スキル2の性能と他の後半狙撃オペレーターのスキルを比較した表は上記の通り、ファイヤーウォッチの火力をスキル火力、スキル DPS ともに上回っており、単体への狙撃という点であれば表にはありませんが、一発のダメージはシュバルツのスキル3を上回っています。そのため、重装甲な相手も貫くことができる狙撃オペレーターとなっており、ほとんどのドローンを一撃で落とすことも可能です。一方で攻撃力の高さは目を見張るものがありますが、減速効果に関してはやや微妙な性能と言わざるを得ません。理由としては減速効果は最大でも6秒間 -40% しかなく、また攻撃速度も速くはないため、猟犬などの敵には効果はかなり限定的になってしまうからです。つまり相手を選ぶ効果となってしまっており、移動速度が遅い敵であれば効果はありますが、移動速度が遅い敵は防御力が高い傾向にあるため、アンドレアナ自身の素質によって攻撃を仕掛ける機会があまり多くはありません。スキルと素質の効果が若干ちぐはぐになってしまっているというわけです。ただ、致命的というわけではなく、呪術師などに対しては高い効果を発揮できますし、そもそも猟犬程度の相手であれば、適正レベルならば一撃で倒すこともざらにあるので、場所さえ選べばきっちりと働いてはくれるでしょう。こういったスキルの性能と持ち前の攻撃範囲の広さから先制攻撃することを非常に得意としており、シャマレやプラマニクスといった脆弱を付与できるオペレーターやとどめを得意とするプロバンスへの引き継ぎ役というのがこのスキルの大まかな役目と言えるでしょう。なお、スキル2に関してもスキル効果の上昇率からスキル1と同じく特化を優先的にする必要はなく、現状ではスキルレベルは7で止めてしまうことをお勧めします。アンドレアナの基地スキルは2種類存在しますが、どちらも宿舎配置時に自身の体力回復速度を上昇させるもので、他オペレーターに影響するような効果はなく、また宿舎以外に作用する効果もありません。そのため、回復速度としてはかなり優秀な部類のオペレーターではあるのですが、そもそも基地に配置するオペレーターの種類が少ないというような場合でない限りは、体力を消費する場面が全くと言っていいほどになく、配置する機会がありません。ヘラグのように加工書スキルも所持しているのであれば活躍できる見込みもあったのですが、宿舎の体力回復速度によって他の施設の効率が上がるというような基地スキルが出てこない限りは、アンドレアナを基地スキル目的で昇進させる必要はないでしょう。それでは実際にアンドレアナを使用していきます。今回使用するステージは LS4。アンドレアナのステータスは昇進2レベル50、スキル3の特化3となります。なお今回はアビサルのメンバーも一緒に連れてきました。かの深き海より参りました。私の出番？まだ敵には気づかれてないみたい。君たちのために地獄の一等地に部屋を用意しておいたから、
オリジム視程度の敵であれば、スキル未発動時でも一撃で倒すことが可能となっており、今回は出現しませんが、アシッド虫も安全に処理することが可能です。また、戦術したように攻撃速度がファイヤーウォッチなどよりも微妙に速いため、大軍に対しての制圧能力は微々たるレベルですが、ややアンドレアナは高くなっています。スキル発動後はこのようにドローンを一撃で倒すことが可能となるため、スキル効果の一つである HP 残量 50% 以下の敵を狙わないという仕様はドローン系に対してはほぼ影響がないものとなります。そしてブッチャーや軽装兵程度の敵であればほぼ一撃か大きなダメージを与えられるので、重装と前衛の負担もある程度減らすことができます。敵が何と言おうと、どんな考えがあろうと、私には関係ない。どう倒せばいいかということにしか興味ない。アンドレアナは持ち前の広い攻撃範囲とスキル2の特殊な索敵範囲を用いて敵に先制攻撃を行い、他オペレーターの負担を軽くするというのが主な仕事となるオペレーターです。敵が強ければ強いほどラストヒットは他のオペレーターに任せる必要があるためかなり癖があり、万人向けするオペレーターというわけではありません。また、現時点ではアビサル所属のオペレーターが少ないため、素質の影響もかなり限定的なものになってしまっています。なので、現時点では優先して育成をする必要はなく、アビサルのオペレーターが増え始めてから育成するという形でも構わないでしょう。ただ、アビサルのオペレーターが増え始めると間違いなくキーとなるオペレーターではあるので、今後に期待したいところです。以上でアンドレアナの紹介及び解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。